今日は少し早めに家を出て、福岡に住んでから自然と習慣になった朝の大堀公園を歩くことにしましたが、特別な予定や目的がなくても、朝のうちにここを歩くだけで一日のリズムが整うような感覚があり、この街での生活が自分に合ってきたことを改めて感じます。家を出た時の空気はまだ少しひんやりしていて、夜の名残と朝の始まりが混ざったような匂いがあり、深く息を吸うだけで頭の中が静かになっていくのが分かりました。大堀公園に近づくにつれて、車の音が少しずつ遠くなり、代わりに足音や鳥の声、水の音が聞こえてくるようになり、街の中にいながら自然の中へ移動しているような不思議な感覚になります。公園に入ると、大きな池が目の前に広がり、朝の光を受けた水面が静かに揺れていて、その様子を見ているだけで、急いで何かをしなければならない気持ちが自然と消えていきました。すでに何人かの人が歩いていて、走っている人や犬と散歩をしている人、ベンチに座ってぼんやりしている人もいますが、誰もお互いを気にしすぎることはなく、それぞれが自分の朝を大切にしているように見えます。歩きながら池の周りを一周するコースに入ると、足の動きと呼吸が少しずつ合ってきて、考え事をしなくても体が自然に前へ進み、朝の時間がゆっくり流れていくのを感じました。福岡のいいところは、こうした大きな公園が生活のすぐ近くにあり、わざわざ遠くへ行かなくても、朝のうちに自然に触れられるところだと思います。東京にいた頃は、朝から人の多さや移動の大変さに疲れてしまうこともありましたが、福岡では朝の時点で少し余裕を持てることが多く、その差が一日の気分に大きく影響しているように感じます。池の周りを歩いていると、同じ時間帯でも毎日少しずつ景色が違い、天気や風、雲の形によって同じ場所なのに違う表情を見せてくれるのが面白く、飽きることがありません。途中で立ち止まって水面を見ていると、魚が泳いでいるのが見えたり、鳥が静かに水に近づいてきたりして、街の中にいることを一瞬忘れてしまいそうになります。朝の大堀公園は観光地のような賑やかさはありませんが、その分、生活の一部として自然に使われていて、無理をしなくてもこの場所が日常に溶け込んでいるのがよくわかります。歩きながら、今日やらなければならないことを少しだけ頭の中で整理しますが、急いで決める必要はなく、体を動かしながら考えることで、気持ちも自然と落ち着いていきました。一周歩き終える頃には、体が少し温まり、眠気もすっかり消えていて、朝の短い時間でも、これだけで十分にリフレッシュできたと感じます。公園を出て街へ戻ると、さっきまでの静けさとは少し違い、人や車の動きが増えていますが、不思議と気持ちは乱れず、むしろこの街のリズムに自然と乗れているような感覚があります。福岡は都会でありながら、こうした余白の時間を持ちやすく、朝に無理をしなくても一日を始められる街なのだと思いました。朝の大堀公園を歩くという何気ない習慣が、生活全体を支えてくれているようで、この街に住みたいと感じる理由は、こうした小さな積み重ねにあるのかもしれません。朝の大堀公園を歩くだけで、何かを頑張らなくても、生活が自然と整っていく気がします。福岡は
毎日を少し楽にしてくれる街だと、この朝の時間が教えてくれました。今日は特別な予定があるわけではありませんでしたが、いくつかやらなければならない用事があったので、午前中のうちに天神へ向かい、まとめて片付けてしまおうと思いながら家を出ましたが、この判断が結果的にとても楽だったと、後から強く感じることになります。電車に乗っても移動時間はそれほど長くなく、気がついたらもう天神に着いていて、移動だけで疲れてしまうことがないのは、福岡で暮らしていて一番助かっている点の一つだと思います。駅を出ると、商業施設やオフィスビル、人の流れが自然につながっていて、どこに行けば何があるのかがわかりやすく、初めて来た人でも迷いにくい街だと改めて感じました。まずは銀行により、その後スマートフォンショップでちょっとした手続きを済ませ、ついでに日用品も買っておこうと思い、特に急がなくても徒歩で全部回れる距離に、必要な場所が揃っていることに、歩きながら何度も助けられている気がします。用事の合間にカフェに入り、短い時間だけ座って休憩をしますが、まだこれから移動しなければならないという気持ちがないだけで、コーヒーの味や店の空気を少し余裕を持って感じられました。東京にいた頃は、用事を一つ終えるたびに次の場所への移動を考えなければならず、気がつくと時間よりも気力の方が先になくなってしまうことが多かったですが、天神ではそうした疲れ方をあまりしません。昼前には予定していた用事がすべて終わっていて、時計を見るとまだ十分に時間が残っていることに少し驚きましたが、同時にもう今日はやることをやったという気分にもなっていました。そのまま昼ご飯を食べることにして、近くの店を選びますが、天神には選択肢が多く、わざわざ遠くまで探しに行かなくても、自然と満足できる場所が見つかるのがありがたいです。食事をしながら、今日やったことを思い返すと、特別に大きなことをしたわけではないのに、用事がすべて片付いたというだけで、一日分の達成感のようなものがすでにありました。店を出て街を少し歩くと、買い物をしている人や、仕事の合間に外に出ている人の姿が見え、天神という街が、生活と仕事の両方を無理なく支えている場所なのだと感じます。特に予定がなければ、そのまま帰ってもいいですし、少し寄り道をしてもいいという選択肢が残っていることが、気持ちをとても楽にしてくれました。結局、今日はもう十分だと思い、午後の早い時間に家へ戻ることにしましたが、まだ明るい空を見ながら帰るのは少し絵をしたような気分になります。家に着いてからも、今日は何もしていないという感覚はなく、むしろ必要なことをきちんと終えた一日だったという満足感があり、残った時間をどう使うかをゆっくり考える余裕がありました。天神で用事を済ませるという行為は、単なる外出ではなく、一日の大事な部分を短い時間で終わらせてくれるような感覚があり、それが福岡の住みやすさにつながっているのだと思います。街がコンパクトで、移動にエネルギーを使いすぎないからこそ、生活の中に余白が生まれ、その余白が毎日の気持ちを少しずつ楽にしてくれます。天神で用事を済ませたら、一日が終わっているように感じるのは、決して時間が短いからではなく、必要なことがきちんと収まる場所が
ここに集まっているからなのかもしれません。福岡という町は、一日を無理なく終わらせてくれる町で、天神で過ごす時間が、その感覚を一番わかりやすく教えてくれました。今日は昼ご飯をどうしようかと考えながら博多の街を歩いていましたが、特別に有名な店を探すわけでもなく、行列ができている店に入るつもりもなく、それでもまあ大丈夫だろうと思える安心感があるのが、博多で暮らしていて一番ありがたいところだと改めて感じました。博多では、昼ご飯を食べるという行為が特別なイベントではなく、仕事や用事の途中に自然と組み込まれていて、どの店に入っても最低限の満足はきちんと保証されているような空気があります。通りを歩いていると、定食屋やうどん屋、ラーメン屋、ちょっとした食堂が当たり前のように並んでいて、どこも派手な看板を出しているわけではないのに、昼の時間になると自然と人が集まってきます。今日はその中から、特に理由もなく入りやすそうだと感じた店に入りましたが、こうしたなんとなくで選んだ店でも失敗しにくいのが、博多の昼ご飯の強さだと思います。席に座ると、周りには仕事の合間に来ている人や、一人で静かに食べている人が多く、誰も長居をするつもりはなさそうですが、その分、食事に集中できる落ち着いた空気が流れていました。メニューを見ると、特別に珍しい料理があるわけではなく、焼き魚定食や唐揚げ定食、ちゃんぽんやうどんなど、どこか見慣れた名前が並んでいますが、その安心感が昼ご飯にはちょうどいいと感じます。注文をしてから料理が出てくるまでの時間もそれほど長くなく、待たされすぎないテンポの良さが、昼という限られた時間を大切にしている町の姿勢のように思えました。料理が運ばれてきて最初に感じるのは、見た目よりも香りで、湯気と一緒に立ち上がる匂いだけで、ちゃんと作っているなという印象を受けることが多いです。一口食べると、驚くほど特別な味ではないのに、なぜかちょうどいいと感じる味で、濃すぎず薄すぎず、毎日食べても疲れないように考えられているのがわかります。博多の昼ご飯は、感動させることよりも、続けられることを大切にしているようで、その姿勢が、町全体の食文化を支えているのではないかと思いました。周りを見渡すと、みんな黙々と食べていますが、その表情はどこか落ち着いていて、昼ご飯が単なる栄養補給ではなく、一日の流れを整える大事な時間になっているように見えます。東京などでは、話題の店や流行のメニューが気になることも多いですが、博多ではいつもの味に戻ってくる人が多く、その積み重ねが店のレベルを自然と引き上げているのかもしれません。食べ終わる頃には、お腹がいっぱいになるだけでなく、午後もちゃんと動けそうだという安心感があり、その感覚こそが、博多の昼ご飯の一番の価値だと感じました。会計をして店を出ると、またすぐに次の店や別の選択肢が目に入りますが、今日はこれで十分だと思える満足感があり、無理に別の場所を探す必要もありません。博多では、昼ご飯が選択肢が多いことよりも、どれを選んでも安心できることの方が大切にされているように思います。その安心感があるからこそ、毎日の生活の中で食事に対して構えすぎることがなく、
結果的に食べることが好きな人が多い町になっているのかもしれません。博多の昼ご飯がいつもちゃんと美味しい理由は、特別な一皿があるからではなく、普通の一食を大事にする文化が、この町にしっかり根付いているからだと思いました。福岡で暮らしたいと感じる理由は、こうした何気ない昼ご飯の時間に静かに現れているのかもしれません。今日は一日仕事を終えて少し疲れた体のまま駅を出て、いつもの帰り道を歩きながら、特にどこかに寄る予定もなく、そのまま家に帰ろうと思っていましたが、川沿いに並ぶ屋台の明かりが自然と視界に入ってきて、足を止めるほどではないけれど、つい横目で見てしまう夜になりました。福岡の夜には屋台があるというイメージを持っている人は多いと思いますが、実際に暮らしてみると、屋台は行く場所というよりも、そこにある風景の一部として存在していることが多く、毎回必ず入るわけではありません。仕事帰りの時間帯になると、屋台の周りにはすでに人が集まり始めていて、仕事終わりにいっぱい飲んでいる人や、観光で来たらしい人、常連のような顔をした人が自然に混ざり合い、その光景を見ているだけで、この街らしさを感じます。今日は特にお腹が空いているわけでもなく、疲れもあったので、屋台に入るつもりはありませんでしたが、湯気が立ち上る鍋や、焼き物の音が耳に入ってくると少しだけ気持ちが緩むのを感じました。屋台の前を通り過ぎながら、ラーメンを食べている人の表情や、店主と話している様子が目に入り、その距離の近さが、この街の夜の特徴なのだと思います。無理に話しかけられることもなく、逆に完全に閉じた空間でもなく、入りたければ入れるし、通り過ぎても何も言われない、そのちょうどいい距離感が仕事帰りの気分に合っていました。東京などでは仕事帰りに飲みに行くとなると、予定を立てたり、店を決めたりすることが多いですが、福岡の屋台はもっと気軽に存在していて、選択肢としてそこにあるだけで十分なのかもしれません。屋台の明かりは強すぎず、払いすぎず、夜の川沿いを優しく照らしていて、その光を見ているだけで、今日一日の緊張が少しずつほどけていくようでした。立ち止まって中に入らなくても、屋台の存在を感じながら歩くだけで、今日も一日終わったなという気持ちになれるのは、福岡の夜ならではの感覚だと思います。仕事でうまくいった日も少し失敗した日も、屋台は同じようにそこにあって、どんな一日だったかを問いかけてくることはありません。だからこそ、今日は入らなくてもいいし、また別の日にふらっと立ち寄ればいいと思える余裕が生まれ、その余裕が福岡での生活を楽にしてくれているように感じました。屋台の前を通り過ぎる人の中には、まっすぐ帰る人もいれば少し迷ってから入っていく人もいて、その選択の自由さが、この街の夜の優しさなのかもしれません。家に向かって歩き続けながら、背中に屋台の明かりを感じつつ、今日の仕事のことを少しだけ振り返りますが、深く考え込むほどの元気はなく、そのまま考えが流れていきます。屋台に入らなかった夜でも、福岡の夜をちゃんと味わったような気がするのは、屋台が目的ではなく、背景として存在しているからなのだと思いました。福岡では、夜を楽しむ方法が一つではなく、
賑やかな時間も静かな帰り道も同じように受け入れられているように感じます。仕事帰りに屋台を横目で見るだけの夜は、何かを足した夜ではなく、一日をそのまま終わらせてくれる夜でした。この距離感があるからこそ、また明日もこの街で暮らしていけそうだと、静かに思えるのかもしれません。福岡で暮らしていると、休日の過ごし方を考えるときに今日は何をしようかと悩む前に、海の方に行ってみようかなという選択肢が自然と頭に浮かぶことが多く、そのこと自体がこの街の大きな魅力なのだと感じます。特別な準備をしなくても、朝起きて天気を見て少し気分が外に向いていれば、そのまま電車やバスに乗って海の方向へ向かうことができる距離感は、思っている以上に生活に余裕を与えてくれます。今日は特に予定を入れていなかったので、遠くへ旅行に行くほどの元気はないけれど、家にずっといるのも少しもったいないと感じて、気軽な気持ちで海の近くまで行ってみることにしました。街中を少し離れるだけで、景色の中に空が大きく入り、視界の奥に海が見えてくると、それだけで気持ちが切り替わり、平日の時間とは違う流れに入ったような感覚になります。海に着くと、波の音が聞こえ、風の匂いも変わり、同じ福岡なのに、まるで別の場所に来たような気分になりますが、帰ろうと思えばすぐに帰れる距離だという安心感も同時にあります。海沿いを歩いていると、散歩をしている人やカメラを持って景色を撮っている人、ただ座って海を見ている人など、みんなそれぞれ違う目的でここに来ていて、その自由さがとても心地よく感じられました。福岡の海は観光地として派手に整えられているわけではありませんが、その分、日常の延長として使われていて、特別なことをしなくても、ただそこにいるだけで十分だと思わせてくれます。砂浜に座ってしばらく海を眺めていると、考え事をしていたはずなのに、いつの間にか頭の中が空っぽになり、時間がどう進んでいるのかも気にならなくなっていました。東京などの大きな都市では、休日に自然を感じようと思うと、ある程度の計画や移動が必要になりますが、福岡では思い立ったら行ける距離に海があることで、休日のハードルがとても低くなっています。何か特別なイベントがなくても、海まで行って、少し歩いて少し座って帰るだけで、休日をちゃんと使った気分になれるのは、この街ならではだと思いました。昼頃になると、近くのカフェや小さな店に立ち寄ることもできますし、何もせずにそのまま家へ戻ることもできて、その選択肢の多さが、休日を無理のないものにしてくれます。海が近いということは、必ず海で何かをしなければならないという意味ではなく、選べるという余裕が生活の中にあるということなのだと感じました。今日は結局、海沿いを歩いて少し座って風を感じただけでしたが、それでも今日はいい休日だったと自然に思えるのは、環境が気持ちを支えてくれているからなのかもしれません。福岡では、休日を特別な日にしなくても、ちょうどいい形で過ごすことができ、その中に海という存在が、静かに影響を与えているように思います。海が近いだけで、休日の選択肢が増える街というのは、何かを増やすというより、気持ちを軽くしてくれる街なのだと、この何もない休日が教えてくれました。
福岡に住みたいと感じる理由は、こうした何気ない休日の積み重ねにあって、海はその背景として、いつも変わらずそこにあります。福岡で暮らしていると、時々理由ははっきりしないのにこの街は居心地がいいなと感じる瞬間がありますが、よく考えてみると、その感覚は街の大きさや便利さだけではなく、人との距離感にあるのではないかと思うようになりました。今日は朝から用事があって外に出て、電車に乗ったり、店に入ったり、何人もの人とすれ違いながら一日を過ごしていましたが、そのどれもが自然で気を張る必要がなく、後になって振り返ると不思議なくらい疲れていなかったことに気づきました。駅で電車を待っている時も、隣の人との距離が近すぎるわけでもなく、かといって冷たい空気が流れているわけでもなく、それぞれが自分の時間を大切にしながら同じ場所に立っている感じがしました。コンビニに立ち寄った時、店員さんの挨拶ははっきりしていましたが、必要以上に話しかけてくることはなく、それでいて機械的すぎる印象もなく、短い時間の中にちょうどいい温度があるように感じられました。福岡の人は話しかけやすい雰囲気を持っている人が多いように思いますが、だからといって誰にでも踏み込んでくるわけではなく、相手がどういう距離を求めているのかを自然と感じ取っているように見えます。道に迷っている時に声をかけると、丁寧に教えてくれるだけでなく、この辺は分かりにくいですよねと一言添えてくれたりしますが、それ以上無理に会話を続けようとすることはなく、そのあっさりした終わり方が心地よく感じました。昼ご飯を食べに入った店でも、店員さんとのやりとりは必要なことだけで終わりますが、料理が運ばれてくる時の一言や会計の時の声のかけ方に、ほんの少しだけ人の温度があり、その小さな積み重ねが安心感につながっているように思います。今日はたまたま隣の席の人と少しだけ話す機会がありましたが、天気のことや料理のことといった軽い内容で、それ以上お互いのことを深く知ろうとすることもなく、自然なところで会話が終わり、その後も気まずさは全くありませんでした。その短いやりとりが特別な思い出になるわけではありませんが、一日の中に小さな余白を作ってくれて、その余白が気持ちを少しだけ明るくしてくれたように感じました。東京などの大きな都市では、人との距離が遠く感じることもあれば、逆に近すぎて疲れてしまうこともありますが、福岡ではそのどちらにもなりにくく、自然に中間の位置に落ち着く場面が多いように思います。職場や近所でも必要以上に干渉されることはありませんが、困っている時には声をかけてくれる空気があり、その放っておかれすぎない感じが、日々の生活を続けやすくしてくれているように感じました。誰かと積極的に話したい日もあれば、一人で静かに過ごしたい日もありますが、福岡ではどちらの気分でも、そのままでいられる場所や空気があり、自分の状態を無理に説明しなくてもいいのが楽に感じられます。夕方になって帰り道を歩きながら今日一日を思い返すと、特別な出来事があったわけでもなく、誰かと深い話をしたわけでもありませんが、それでも今日は居心地のいい一日だったなと自然に思えている自分に気づきました。それは、人との距離を自分で細かく調整しなくても、この街の空気に身を任せていれば大丈夫だという感覚がどこかにあったからなのかもしれません。
福岡の人の距離感がちょうどいいと感じた日は、この町で長く暮らしていけそうだと、理由ははっきりしなくても、静かに思えた日でもありました。派手な優しさや分かりやすい親切ではなく、毎日の中に自然に溶け込んでいる優しさが、福岡という町の大きな魅力であり、多くの人が住みたいと感じる理由なのだと思います。今日は少し早めに家を出て、福岡に住んでから自然と習慣になった朝の大堀公園を歩くことにしましたが、特別な予定や目的がなくても、朝のうちにここを歩くだけで一日のリズムが整うような感覚があり、この街での生活が自分に合ってきたことを改めて感じます。家を出た時の空気はまだ少しひんやりしていて、夜の名残と朝の始まりが混ざったような匂いがあり、深く息を吸うだけで頭の中が静かになっていくのがわかりました。大堀公園に近づくにつれて、車の音が少しずつ遠くなり、代わりに足音や鳥の声、水の音が聞こえてくるようになり、街の中にいながら自然の中へ移動しているような不思議な感覚になります。公園に入ると、大きな池が目の前に広がり、朝の光を受けた水面が静かに揺れていて、その様子を見ているだけで、急いで何かをしなければならない気持ちが自然と消えていきました。すでに何人かの人が歩いていて、走っている人や犬と散歩をしている人、ベンチに座ってぼんやりしている人もいますが、誰もお互いを気にしすぎることはなく、それぞれが自分の朝を大切にしているように見えます。歩きながら池の周りを一周するコースに入ると、足の動きと呼吸が少しずつ合ってきて、考え事をしなくても体が自然に前へ進み、朝の時間がゆっくり流れていくのを感じました。福岡のいいところは、こうした大きな公園が生活のすぐ近くにあり、わざわざ遠くへ行かなくても、朝のうちに自然に触れられるところだと思います。東京にいた頃は、朝から人の多さや移動の大変さに疲れてしまうこともありましたが、福岡では朝の時点で少し余裕を持てることが多く、その差が一日の気分に大きく影響しているように感じます。池の周りを歩いていると、同じ時間帯でも毎日少しずつ景色が違い、天気や風、雲の形によって、同じ場所なのに違う表情を見せてくれるのが面白く、飽きることがありません。途中で立ち止まって水面を見ていると、魚が泳いでいるのが見えたり、鳥が静かに水に近づいてきたりして、街の中にいることを一瞬忘れてしまいそうになります。朝の大堀公園は観光地のような賑やかさはありませんが、その分、生活の一部として自然に使われていて、無理をしなくてもこの場所が日常に溶け込んでいるのがよくわかります。歩きながら、今日やらなければならないことを少しだけ頭の中で整理しますが、急いで決める必要はなく、体を動かしながら考えることで、気持ちも自然と落ち着いていきました。一周歩き終える頃には、体が少し温まり、眠気もすっかり消えていて、朝の短い時間でもこれだけで十分にリフレッシュできたと感じます。公園を出て町へ戻ると、さっきまでの静けさとは少し違い、人や車の動きが増えていますが、不思議と気持ちは乱れず、むしろこの街のリズムに自然と乗れているような感覚があります。福岡は都会でありながら、こうした余白の時間を持ちやすく、
朝に無理をしなくても一日を始められる街なのだと思いました。朝の大堀公園を歩くという何気ない習慣が生活全体を支えてくれているようで、この街に住みたいと感じる理由は、こうした小さな積み重ねにあるのかもしれません。朝の大堀公園を歩くだけで、何かを頑張らなくても生活が自然と整っていく気がします。福岡は毎日を少し楽にしてくれる街だと、この朝の時間が教えてくれました。今日は特別な予定があるわけではありませんでしたが、いくつかやらなければならない用事があったので、午前中のうちに天神へ向かい、まとめて片付けてしまおうと思いながら家を出ましたが、この判断が結果的にとても楽だったと、後から強く感じることになります。電車に乗っても移動時間はそれほど長くなく、気がついたらもう天神に着いていて、移動だけで疲れてしまうことがないのは、福岡で暮らしていて一番助かっている点の一つだと思います。駅を出ると、商業施設やオフィスビル、人の流れが自然につながっていて、どこに行けば何があるのかがわかりやすく、初めて来た人でも迷いにくい街だと改めて感じました。まずは銀行により、その後スマートフォンショップでちょっとした手続きを済ませ、ついでに日用品も買っておこうと思い、特に急がなくても徒歩で全部回れる距離に、必要な場所が揃っていることに、歩きながら何度も助けられている気がします。用事の合間にカフェに入り、短い時間だけ座って休憩をしますが、まだこれから移動しなければならないという気持ちがないだけで、コーヒーの味や店の空気を少し余裕を持って感じられました。東京にいた頃は、用事を一つ終えるたびに次の場所への移動を考えなければならず、気がつくと時間よりも気力の方が先になくなってしまうことが多かったですが、天神ではそうした疲れ方をあまりしません。昼前には予定していた用事がすべて終わっていて、時計を見るとまだ十分に時間が残っていることに少し驚きましたが、同時にもう今日はやることをやったという気分にもなっていました。そのまま昼ご飯を食べることにして、近くの店を選びますが、天神には選択肢が多く、わざわざ遠くまで探しに行かなくても、自然と満足できる場所が見つかるのがありがたいです。食事をしながら、今日やったことを思い返すと、特別に大きなことをしたわけではないのに、用事がすべて片付いたというだけで、一日分の達成感のようなものがすでにありました。店を出て街を少し歩くと、買い物をしている人や、仕事の合間に外に出ている人の姿が見え、天神という街が、生活と仕事の両方を無理なく支えている場所なのだと感じます。特に予定がなければ、そのまま帰ってもいいですし、少し寄り道をしてもいいという選択肢が残っていることが、気持ちをとても楽にしてくれました。結局、今日はもう十分だと思い、午後の早い時間に家へ戻ることにしましたが、まだ明るい空を見ながら帰るのは少し絵をしたような気分になります。家に着いてからも、今日は何もしていないという感覚はなく、むしろ必要なことをきちんと終えた一日だったという満足感があり、残った時間をどう使うかをゆっくり考える余裕がありました。天神で用事を済ませるという行為は、単なる外出ではなく、一日の大事な部分を短い時間で終わらせてくれるような感覚があり、
それが福岡の住みやすさにつながっているのだと思います。街がコンパクトで、移動にエネルギーを使いすぎないからこそ、生活の中に余白が生まれ、その余白が毎日の気持ちを少しずつ楽にしてくれます。天神で用事を済ませたら、一日が終わっているように感じるのは、決して時間が短いからではなく、必要なことがきちんと収まる場所が、ここに集まっているからなのかもしれません。福岡という街は、一日を無理なく終わらせてくれる街で、天神で過ごす時間が、その感覚を一番わかりやすく教えてくれました。今日は昼ご飯をどうしようかと考えながら博多の街を歩いていましたが、特別に有名な店を探すわけでもなく、行列ができている店に入るつもりもなく、それでもまあ大丈夫だろうと思える安心感があるのが、博多で暮らしていて一番ありがたいところだと改めて感じました。博多では、昼ご飯を食べるという行為が特別なイベントではなく、仕事や用事の途中に自然と組み込まれていて、どの店に入っても最低限の満足はきちんと保証されているような空気があります。通りを歩いていると、定食屋やうどん屋、ラーメン屋、ちょっとした食堂が当たり前のように並んでいて、どこも派手な看板を出しているわけではないのに、昼の時間になると自然と人が集まってきます。今日はその中から、特に理由もなく入りやすそうだと感じた店に入りましたが、こうしたなんとなくで選んだ店でも失敗しにくいのが、博多の昼ご飯の強さだと思います。席に座ると、周りには仕事の合間に来ている人や、一人で静かに食べている人が多く、誰も長居をするつもりはなさそうですが、その分、食事に集中できる落ち着いた空気が流れていました。メニューを見ると、特別に珍しい料理があるわけではなく、焼き魚定食や唐揚げ定食、ちゃんぽんやうどんなど、どこか見慣れた名前が並んでいますが、その安心感が昼ご飯にはちょうどいいと感じます。注文をしてから料理が出てくるまでの時間もそれほど長くなく、待たされすぎないテンポの良さが、昼という限られた時間を大切にしている街の姿勢のように思えました。料理が運ばれてきて最初に感じるのは、見た目よりも香りで、湯気と一緒に立ち上がる匂いだけで、ちゃんと作っているなという印象を受けることが多いです。一口食べると、驚くほど特別な味ではないのに、なぜかちょうどいいと感じる味で、濃すぎず薄すぎず、毎日食べても疲れないように考えられているのがわかります。博多の昼ご飯は、感動させることよりも、続けられることを大切にしているようで、その姿勢が、町全体の食文化を支えているのではないかと思いました。周りを見渡すと、みんな黙々と食べていますが、その表情はどこか落ち着いていて、昼ご飯が単なる栄養補給ではなく、一日の流れを整える大事な時間になっているように見えます。東京などでは、話題の店や流行のメニューが気になることも多いですが、博多ではいつもの味に戻ってくる人が多く、その積み重ねが店のレベルを自然と引き上げているのかもしれません。食べ終わる頃には、お腹がいっぱいになるだけでなく、午後もちゃんと動けそうだという安心感があり、その感覚こそが、博多の昼ご飯の一番の価値だと感じました。会計をして店を出ると、またすぐに次の店や別の選択肢が目に入りますが、
今日はこれで十分だと思える満足感があり、無理に別の場所を探す必要もありません。博多では、昼ご飯が選択肢が多いことよりも、どれを選んでも安心できることの方が大切にされているように思います。その安心感があるからこそ、毎日の生活の中で食事に対して構えすぎることがなく、結果的に食べることが好きな人が多い町になっているのかもしれません。博多の昼ご飯がいつもちゃんと美味しい理由は、特別な一皿があるからではなく、普通の一食を大事にする文化が、この町にしっかり根付いているからだと思いました。福岡で暮らしたいと感じる理由は、こうした何気ない昼ご飯の時間に静かに現れているのかもしれません。今日は一日仕事を終えて少し疲れた体のまま駅を出て、いつもの帰り道を歩きながら、特にどこかに寄る予定もなく、そのまま家に帰ろうと思っていましたが、川沿いに並ぶ屋台の明かりが自然と視界に入ってきて、足を止めるほどではないけれど、つい横目で見てしまう夜になりました。福岡の夜には屋台があるというイメージを持っている人は多いと思いますが、実際に暮らしてみると、屋台は行く場所というよりも、そこにある風景の一部として存在していることが多く、毎回必ず入るわけではありません。仕事帰りの時間帯になると、屋台の周りにはすでに人が集まり始めていて、仕事終わりにいっぱい飲んでいる人や、観光で来たらしい人、常連のような顔をした人が自然に混ざり合い、その光景を見ているだけで、この街らしさを感じます。今日は特にお腹が空いているわけでもなく、疲れもあったので、屋台に入るつもりはありませんでしたが、湯気が立ち上る鍋や、焼き物の音が耳に入ってくると少しだけ気持ちが緩むのを感じました。屋台の前を通り過ぎながら、ラーメンを食べている人の表情や、店主と話している様子が目に入り、その距離の近さが、この街の夜の特徴なのだと思います。無理に話しかけられることもなく、逆に完全に閉じた空間でもなく、入りたければ入れるし、通り過ぎても何も言われない、そのちょうどいい距離感が仕事帰りの気分に合っていました。東京などでは仕事帰りに飲みに行くとなると、予定を立てたり、店を決めたりすることが多いですが、福岡の屋台はもっと気軽に存在していて、選択肢としてそこにあるだけで十分なのかもしれません。屋台の明かりは強すぎず、払いすぎず、夜の川沿いを優しく照らしていて、その光を見ているだけで、今日一日の緊張が少しずつほどけていくようでした。立ち止まって中に入らなくても、屋台の存在を感じながら歩くだけで、今日も一日終わったなという気持ちになれるのは、福岡の夜ならではの感覚だと思います。仕事でうまくいった日も少し失敗した日も、屋台は同じようにそこにあって、どんな一日だったかを問いかけてくることはありません。だからこそ、今日は入らなくてもいいし、また別の日にふらっと立ち寄ればいいと思える余裕が生まれ、その余裕が福岡での生活を楽にしてくれているように感じました。屋台の前を通り過ぎる人の中には、まっすぐ帰る人もいれば少し迷ってから入っていく人もいて、その選択の自由さが、この街の夜の優しさなのかもしれません。家に向かって歩き続けながら、背中に屋台の明かりを感じつつ、
今日の仕事のことを少しだけ振り返りますが、深く考え込むほどの元気はなく、そのまま考えが流れていきます。屋台に入らなかった夜でも、福岡の夜をちゃんと味わったような気がするのは、屋台が目的ではなく、背景として存在しているからなのだと思いました。福岡では、夜を楽しむ方法が一つではなく、賑やかな時間も、静かな帰り道も、同じように受け入れられているように感じます。仕事帰りに屋台を横目で見るだけの夜は、何かを足した夜ではなく、一日をそのまま終わらせてくれる夜でした。この距離感があるからこそ、また明日もこの街で暮らしていけそうだと、静かに思えるのかもしれません。福岡で暮らしていると、休日の過ごし方を考えるときに今日は何をしようかと悩む前に、海の方に行ってみようかなという選択肢が自然と頭に浮かぶことが多く、そのこと自体がこの街の大きな魅力なのだと感じます。特別な準備をしなくても、朝起きて天気を見て少し気分が外に向いていれば、そのまま電車やバスに乗って海の方向へ向かうことができる距離感は、思っている以上に生活に余裕を与えてくれます。今日は特に予定を入れていなかったので、遠くへ旅行に行くほどの元気はないけれど、家にずっといるのも少しもったいないと感じて、気軽な気持ちで海の近くまで行ってみることにしました。街中を少し離れるだけで、景色の中に空が大きく入り、視界の奥に海が見えてくると、それだけで気持ちが切り替わり、平日の時間とは違う流れに入ったような感覚になります。海に着くと、波の音が聞こえ、風の匂いも変わり、同じ福岡なのに、まるで別の場所に来たような気分になりますが、帰ろうと思えばすぐに帰れる距離だという安心感も同時にあります。海沿いを歩いていると、散歩をしている人や、カメラを持って景色を撮っている人、ただ座って海を見ている人など、みんなそれぞれ違う目的でここに来ていて、その自由さがとても心地よく感じられました。福岡の海は観光地として派手に整えられているわけではありませんが、その分、日常の延長として使われていて、特別なことをしなくても、ただそこにいるだけで十分だと思わせてくれます。砂浜に座ってしばらく海を眺めていると、考え事をしていたはずなのに、いつの間にか頭の中が空っぽになり、時間がどう進んでいるのかも気にならなくなっていました。東京などの大きな都市では、休日に自然を感じようと思うと、ある程度の計画や移動が必要になりますが、福岡では思い立ったら行ける距離に海があることで、休日のハードルがとても低くなっています。何か特別なイベントがなくても、海まで行って、少し歩いて少し座って帰るだけで、休日をちゃんと使った気分になれるのは、この街ならではだと思いました。昼頃になると、近くのカフェや小さな店に立ち寄ることもできますし、何もせずにそのまま家へ戻ることもできて、その選択肢の多さが、休日を無理のないものにしてくれます。海が近いということは、必ず海で何かをしなければならないという意味ではなく、選べるという余裕が生活の中にあるということなのだと感じました。今日は結局、海沿いを歩いて少し座って、風を感じただけでしたが、それでも今日はいい休日だったと自然に思えるのは、環境が気持ちを支えてくれているからなのかもしれません。
福岡では、休日を特別な日にしなくても、ちょうどいい形で過ごすことができ、その中に海という存在が、静かに影響を与えているように思います。海が近いだけで、休日の選択肢が増える街というのは、何かを増やすというより、気持ちを軽くしてくれる街なのだと、この何もない休日が教えてくれました。福岡に住みたいと感じる理由は、こうした何気ない休日の積み重ねにあって、海はその背景として、いつも変わらずそこにあります。福岡で暮らしていると、時々理由ははっきりしないのに、この街は居心地がいいなと感じる瞬間がありますが、よく考えてみると、その感覚は街の大きさや便利さだけではなく、人との距離感にあるのではないかと思うようになりました。今日は朝から用事があって外に出て、電車に乗ったり、店に入ったり、何人もの人とすれ違いながら一日を過ごしていましたが、そのどれもが自然で、気を張る必要がなく、後になって振り返ると、不思議なくらい疲れていなかったことに気づきました。駅で電車を待っている時も、隣の人との距離が近すぎるわけでもなく、かといって冷たい空気が流れているわけでもなく、それぞれが自分の時間を大切にしながら、同じ場所に立っている感じがしました。コンビニに立ち寄った時、店員さんの挨拶ははっきりしていましたが、必要以上に話しかけてくることはなく、それでいて機械的すぎる印象もなく、短い時間の中にちょうどいい温度があるように感じられました。福岡の人は話しかけやすい雰囲気を持っている人が多いように思いますが、だからといって誰にでも踏み込んでくるわけではなく、相手がどういう距離を求めているのかを自然と感じ取っているように見えます。道に迷っている時に声をかけると、丁寧に教えてくれるだけでなく、この辺は分かりにくいですよねと一言添えてくれたりしますが、それ以上無理に会話を続けようとすることはなく、そのあっさりした終わり方が心地よく感じました。昼ご飯を食べに入った店でも、店員さんとのやりとりは必要なことだけで終わりますが、料理が運ばれてくる時の一言や会計の時の声のかけ方に、ほんの少しだけ人の温度があり、その小さな積み重ねが安心感につながっているように思います。今日はたまたま隣の席の人と少しだけ話す機会がありましたが、天気のことや料理のことといった軽い内容で、それ以上お互いのことを深く知ろうとすることもなく、自然なところで会話が終わり、その後も気まずさは全くありませんでした。その短いやりとりが特別な思い出になるわけではありませんが、一日の中に小さな余白を作ってくれて、その余白が気持ちを少しだけ明るくしてくれたように感じました。東京などの大きな都市では、人との距離が遠く感じることもあれば、逆に近すぎて疲れてしまうこともありますが、福岡ではそのどちらにもなりにくく、自然に中間の位置に落ち着く場面が多いように思います。職場や近所でも必要以上に干渉されることはありませんが、困っている時には声をかけてくれる空気があり、その放っておかれすぎない感じが、日々の生活を続けやすくしてくれているように感じました。誰かと積極的に話したい日もあれば、一人で静かに過ごしたい日もありますが、福岡ではどちらの気分でも、そのままでいられる場所や空気があり、自分の状態を無理に説明しなくてもいいのが楽に感じられます。夕方になって帰り道を歩きながら今日一日を思い返すと、
特別な出来事があったわけでもなく、誰かと深い話をしたわけでもありませんが、それでも今日は居心地のいい一日だったなと自然に思えている自分に気づきました。それは、人との距離を自分で細かく調整しなくても、この街の空気に身を任せていれば大丈夫だという感覚がどこかにあったからなのかもしれません。福岡の人の距離感がちょうどいいと感じた日は、この街で長く暮らしていけそうだと、理由ははっきりしなくても静かに思えた日でもありました。派手な優しさや分かりやすい親切ではなく、毎日の中に自然に溶け込んでいる優しさが福岡という街の大きな魅力であり、多くの人が住みたいと感じる理由なのだと思います。